では今週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今週はトピックを瑠璃さんの方から、はい、出していただけるということで。そうですね。はい。時間について、コウさんにお話を聞きたいなと思いました。私たちが今ある24時間っていう時間が、私の中では結構本当窮屈な感じがしていて、誰か人と約束をすると、ことごとく時間に間に合わなくって、もうなんかその時間っていうその概念があまりにも今ちょっと息苦しく感じているので、コースの中では時間を肉体の目では見るのではなく、それを超えたところでっていう話を読むたびに、その時間っていうのの意味をもうちょっと深く知りたいなと思ったので、コウさんに聞きたく思いました。時間に関して言えば今、瑠璃さんが言った通りで、もともと窮屈というか、不自然なものなんですね。っていうのは、神の子にとって時間は存在してないからです。空間もですけどね。で、これは究極の今、結論なんだけども、例えば時間で言えば、時間を守るってことが正しいことだって信じてる人はいますよね。今みたいな場面で約束していたのに遅れたなんていうことが起きたりすると、非難されたりするっていう可能性はありますよね。で、時間を守るべきだっていう人だけが怒るわけですね、それに対して。それは信念ですね、これね。こうなったら、これでもう癒しの場面だっていうのが分かってくるじゃないですか。その人が正しいことをしてるって考えてる限り、人を裁く人になっちゃうから、このままじゃまずいですよね。だから、この場合では、瑠璃さんが遅れてしまって、誰かが怒っちゃったみたいなことがあったとしても、それは精霊に用意された、計画として起きたことであって、言い訳するわけじゃないんだけども、意味としてはすごくあったって考えるわけですよね。時間を守るってことの思い込みを癒していくって意味で言えば、場面としてはアクシデントみたいになっちゃう時があります。ただもう一個別のパターンがあって、瑠璃さんがなんと遅れちゃった時に、相手にとってもそれがちょうどぴったりだったみたいなことも同時に起きたりすることもあり得るだろうって思うんですよ。時間を守ろうとかってもちろん思ってたりするんだけども、精霊の方にはちゃんと計画があって、それを癒しの機会に使うのか、それともお互いにとって、問題じゃなかった、でこっちが遅れたと思ったけど、向こうもちょうど遅れてくれて助かったみたいなことになったら、これは罪の意識を持つ必要がない場面にこれでなったりするでしょ。大体この2つが想像つくところですよね。僕らが時間に関して癒しと奇跡を経験するって言ったらこの2つが思いつくことです。それからもっと究極的な話を一応コースだからしておくと、コースの中に時間に関して語られている部分がありますので、そこを引用したいと思いますけれども、これはテキスト第2章8節の5段落5個目の文章のところにありますけれども、そこをじゃあ読んでいただけますか。はい。あなたの最後の審判をあなた自身に対して向けることなどできない。あなたが自分を創造したのではないのだから。しかしながら、自分で作ったあらゆるものに対しては、それを有意義にいつでも適用できるし、その上で創造的で良いものだけを自分の記録に留めておくことができる。あなたの心が正しい状態にあれば、それがこうするようにと指図しないではおかない。時間の目的とは、単にこのように裁くことを成し遂げられるように、あなたに時間を与えることである。あなたが完全に創造したものを自分で完全に裁くということ、記憶の中にあることすべてが愛に満ちているなら、恐れを抱き続ける理由はなくなってしまう。こうなることこそ、贖罪におけるあなたの役割である。はい。時間の目的っていうのがはっきり今書いてありましたよね。はい。で時間の中で、今端的にこういう文章になってましたけど、あなたが完全に創造したものを自分で完全に裁くということって書いてありましたよね。で自分で創造したものっていうのが、なんだかよく分かんなかったりするわけですけども、生きてるってことは何かを生み出してるってことに必ずなるんですね。それが大概は思い、考えって言ってもいいです。感情でももちろんいいです。でそれを僕らは愛だとあんまり思ってないかったりするんですよね。自分が考えていることに関して言うと。で外見、その外側には愛じゃないものがみんなくっついちゃってるんだけども、その中身はみんな愛なんだっていうふうに裁くっていう意味なんです。僕らが外側に見てるものは全部いろんな意味があったり、解釈ができたり、形が違っていたり、大きさが違っていたり、力が違っていたりするけれども、裁くっていう場合は中身が全部愛なんだっていうふうに思うっていうことなん
なります。これが時間の目的だと。で、うんこれを成し遂げると、記憶の中にあるものは全て愛になるって今書いてあったりうんうんしたよね。ありました、ありました。で、僕らの記憶の中にまだ愛だと思えないことが残ってるかもしれませんし、まだ後悔したり、悲しかったりしてるのあるかもしれない。でもそういうもの全てが愛だったんだって分かるようになることが時間の目的だって今書いてくれたわけです。で、時間の目的を成し遂げたら時間は終わるっていう考え方なんですね。ああ、そうですよね。そうです。今それを最後の審判って言い方も最初にしてましたね。全てが愛だと認めること。これが時間の目的だという言い方もできますね。なるほど。それでルリーさんは窮屈な時間の世界から解放されるってことになるんです。ですよね。だったらやりがいがあるんじゃないかなと。もう十分にあります。今この瞬間から、あ、そうだったんだ、中身はそっか、愛だったよねってほっとしました。よかったです。はい、今日も素敵なお話ありがとうございました。はい、ありがとうございました。